皆さんこんにちは。あやはやチャンネルのママです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今回はちょっとお話動画になるんですけども、今まで隠してたわけじゃないんだけど、でもむしろ時々ちらっとお話をしたことがあったのですが、詳しく話したことがなかったなぁと思うことがあったので、この動画を撮ることにしました。まずあやはやチャンネルを始めたきっかけはと聞かれた時に、子供たちはいろんな YouTuber さんを見て自分もやりたかったからと言います。親としては自分の考えや思いをちゃんと伝えられるようになってほしいという願いを込めてスタートさせました。なぜそんなことを思いに入れたかというと、最近皆様からいただいたコメントにつながります。最近コメントでかのちゃんすごくよくしゃべりますねとか、かのさんと同じぐらいの年齢なのにあまり言葉がないと書き込んでくださる方が増えました。そうかそうかとちょっと思い出されたのが早なんです。今の彼を見てそんなことがあったのって言われる方多々いるかと思うんですけど、生まれてすぐ将来全身麻酔を要する手術が必要と言われて、プラス成長とともに分かったこと、発語がすごく遅く、育てるのにすごく苦労しました。今も苦労してますけどね。手術については別動画の方上がっていますので、気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。ここからおばさんばっか見てても面白くないと思うので、はやの過去の写真とか動画をちょっとチラチラって流しますので、そちらを見ながらなんかおばさんが喋ってるなっていう程度で聞いていただけたら幸いです。2歳ぐらいまでは病気も抱えていたし、周りの育児経験者から男の子は発語少し遅いという話も聞いていたので、まったり育ってくれればいいかなと思っていました。その頃の動画がこちらです。よく舌が外に出されていることが多かったなって言って動画を改めて見ると思いますけれど、町の3歳児検診の時に案の定言葉の遅れっていうのが指摘されました。専門の病院、発達障害専門の病院ですね、受診するように言われたので予約を取ったんですが、しかしその病院を予約できたのは最短で7ヶ月後。その間にもひょっとして耳が聞こえづらいのかもと指摘されたので、耳鼻科へ行って検査をしたり、町の高音支援を利用したりしてきました。その当時の彼の言語発達がどれぐらい遅かったかっていうと、3歳児半の検診で言語が1歳半くらいと言われております。その当時何喋ってたかと言ったら、パパとかママ、あや、あと色で青だったかな、この4つぐらいですね。2語文は全くなかったです。それがだいたい3歳の初めでしたね。その時に町の専門の先生から言われたのは、今は言葉を蓄えている時期なので、しっかり話しかけていろいろな体験をさせてあげてくださいって言われました。で、親はもう少しでも言葉の発達の促しになればって言って、新幹線に乗せてあげたりとか、電車を見に行ったりとか、あとディズニーランドにも行きましたね。それプラス家族の中では言葉がなくてもって言えば通じちゃうんですよ、物事が。できるんだけど、外部の人になると全く通じないんですよね、彼の話が。でそれではやっぱり彼の中で内側と外側の関わりっていうのがないものなので、あやよりかちょっと早めに保育園に通ってもらうことにしました。でも早からは保育園でこれがあったよあれがあったよっていう話は全くないんですよね。できないんで。でどういうふうに保育園の中の状況を聞いてたかというと、おしゃべりのあやからの話、今日これやってたよあれやってたよとかいう話と、あとはこちらノートになるんですけど、このノートで先生から保育園での一日の流れとかを教えてもらってました。でこのノート、本当はあやの入った年からだと1年で終わっちゃうんですけど、もう全く早からの情報がなかったので、先生がもう1年続けましょうってことで他の子よりか長く続けさせてもらいました。この中身を見てると今思うんですけど、めんどくさい親だったなって思います。でやっと12月になって専門の先生に見ていただいたところ、まず言われたのは、発達障害は見られず発達が遅れているっていう見解でした。であと言われたのは、5歳ぐらいまでの頑張り次第で大きく変わってきますと。
あとは発達が遅いのは目に見えている一部分だけじゃなくて、それ以外の複合的なものもあるかもしれないのでっていうことを言われました。ということで、そこでそういう診察結果が出たので別の病院行きました。別の病院では言語発達訓練、あと高音訓練、感覚統合訓練という3つですね、リハビリに通うことになりました。この直後ぐらいですねに2回目の手術しています。でこの手術はもう舌の付近に腫瘍ができるっていうやつだったので取り除いたので、これが良かったのか喋る時期が来たのか2語分を話すようになりました。記録に残っている限り一番最初に言ったのはジュースちょうだいですね。あとは桃嫌、パパがお尻をお風呂の時に洗ったりするのが嫌っていう風によう言ってました。4歳になってからもやっぱり自分の名前っていうのはしっかり言えなかったので、そのままリハビリ続けております。リハビリを続けていくにつれてやっぱり発語がすっごい増えた。まあでも文章的にはなんとかなんとかなんとかとかなん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 とかっていう接続文がちょっと怪しい感じの話になってますね。4歳半かなの時の動画がありますので、こんなぐらいの喋りだったんだっていうのを見ていただけたらなと思います。この頃は歌も歌えるようになってきたのですが、発語プラス今度は発音っていう問題が出てきました。で病院でのリハビリは5歳まで続けて、それ以上は町の高音機能教室っていうのにずっと小学校になるまで通わせてもらいました。その時もこうやって先生とのやり取りずっとしてます。でリハビリを続けていくにつれて、今のはやになってきました。よく喋りますよね。小学生からはやをした人ははやくんは元気でよく喋るねって言われますが、ここまでが大変だった。でもね、問題はここで解決したわけじゃないんです。小学校に上がった時喋るんだけど発語が不明瞭なことがすごい多くって、特に「し」とか「ひ」とかの一部発音が聞きづらかったりとか、あとはキャッキュッキョっていう陽音、ちっちゃい「つ」がつく即音っていうものに関してはすっごく苦手としてました。彼自分の発音で聞き慣れていたため、文字に実際書いてみると違う風に書いてしまう。また不明瞭な部分が聞きづらいっていうこともあって、町の支援を受けて学校の授業が終わった後に週に1回特別授業っていうことで高音支援の方を受けていました。でやっとこの度卒業が決定しました。今でこそ聞きづらい言葉が減ってきたですが、やっぱり動画見てって分かる人いるかな、時々出てるんですよね。っていうのはあります。でもね、全く喋らなかったあの頃に比べればすっごくいろいろ彼頑張って喋れるようになってます。なのでいっぱいこのカメラに向かって喋る練習をして自分の気持ちを伝えられるようになってほしいなと思って始めたっていうのが親からの願い、きっかけです。最終的なお話なんですけど、もうここが一番言いたかった。彼が言葉が喋れなかったっていうよりが言いたかったことなんですけど、周りの育児の先輩にアドバイス受けるのはすごいいいことだと思うんですけど、本当に気になることは早めに専門の先生に聞いた方がいいです。私自身が未だ感じるのが、もう少し早く動いていたら彼の苦労が軽減されたんじゃないかなってと思います。未だにちょっと後悔してるところなんですけど、なのでかのさんも別の病気かかってるんですけど、後で後悔しないようにちょっと先もって動けたらなと思っています。ということで今回の長い話はこちらで終了します。はやが受けたリハビリの内容とか自宅でできる高音機能訓練とかいうのがいっぱいあるんですけど、今ねちょっと子供の発音で悩んでるわみたいな感じの方がいらっしゃいましたら、こんな訓練があるよっていうのをお伝えできるので、よかったらコメント欄の方に即席残していただければまた別動画でご案内できたらなと思います。長い時間ありがとうございました。バイバーイ。
うん。取れた？パチンできへん？できんときはなんて言うんやった？やって。もう一回。やって。はい、やります。ハーくん、それは誰からもらったの？サンタさんからもらったの？いいなぁ。どうなってるのって。何やったの？うん。二つ2つだけ？うん、2つだけ？あと、もう一回やったやつ。ほんとやな。それは何やろ？土台かな？ドライな、それ。大きいやつ。お星様が好きなの？そのツリーに飾っていこうかな。作った。靴下もあった？あと何があるの？いっぱいいっぱいある？